高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は学童保育の職員をスキマバイトアプリで募集したっていう件について話していきたいんやけど、これは埼玉市が2024年の4月から実施しとる放課後子ども居場所事業っていうとこであったんやけど、もともとそれは小学校の空いた教室や校庭などを利用して放課後の子どもたちの居場所を提供する施設のことで、いわゆるその学童保育っていう認識に近い感じなんやけど、その事業を委託された民間企業が職員の募集しとったんが、空いた時間に短期的に働くスキマバイトアプリで募集しとったんよね。で、内容としては、日給4700円で、仕事内容としては子供の安全を見守るという内容で、夏休み期間中の7月22日から8月1日までに、合わせて17人が採用されたんやけど、実際何が問題かったんが、この採用にあたって履歴書の提出や面接を行わん、スルーパスではないと思うんやけど、個人情報の取り扱いに関する誓約書にサインを書くだけっていう、ほんと簡易的な内容で職員を募集しとったんよね。素性のよくわからん人も普通に雇っとったってことか。そう。やっぱ親御さんからしたら不安な面もあるし、市議会とかでも議論になったらしいよね。確かに、面接すら行わずに雇った人に自分の子供を預けるっつうのは、親からしたら怖いわな。そう。補助員として雇っとるから資格もいらんし、特に面接とかも行ってなかったっていうことなんやな。そう。でも学童保育の職員で放課後児童支援員っていう資格が必要な職種もあって、放課後児童支援員っていう資格を持っとる人が学童保育では1単位につき1名以上配置が義務付けられるっていうのが法律で決まっとんだよな。これは2015年4月に始まった子ども子育て新制度によって創設された法律っていうか決まり事なんやけど。知らんだわ。支援の単位ごとに2人以上やわ。だから、その単位が40人程度っていうのが法律で決まっとって、でそこに2人以上、支援員が必要と。ただ、その2人以上のうち1人は補助員で変えることができると。で、この支援員の資格っていうのが、割と資格を取るのがハードルが高くて、誰でもなれるってわけじゃなくて、社労福祉士の資格を持っとるとか、もしくは保育士の資格を持っとる。あるいは2年以上児童福祉事業に従事した経験があるとか、何かしらのその資格取得の条件を満たして、なおかつ自治体の研修を受講した人がなれるっていう資格。だから持っとる人は結構本当経験豊富な知見にも優れた人っていう実績はあるよね。そうやな。資格を持っとったら必ずしも信用できるってわけではないけど、パッと気軽に働きに来たバイトの人よりは、ある程度信頼できるんじゃないかなっていう。信頼はできるよな。ただスキマバイトで募集しとった背景は、やっぱり人手不足が原因ってことやと思うから。そうやな。今回に関して、人員不足とか、今のその保育士がおらんっていう状況から、バイト自体募集するのは、しょうがないって言ったらあれやけど、あり得ることやん。で、実際俺らが小学校の頃、もう学童保育行っとったし、先生もベテランの先生もおったけど、中には本当に若い大学生バイトみたいな人もおったしな。そう、大学生みたいな人もおったから、だからそこの点ではなくて、やっぱりさっきも話したけど、その素性もわからんような、男か女かわからんけど、それを面接もない状態で採用する。しかもスキマバイトっていう言い方もさ、短期的に楽してじゃないけど、本腰入れずにできる仕事っていう感じで印象があるから。そうやな。本当に子供と接するのが好きでっていう人っていうよりは、ただ空いた時間にパッと稼ぎたいわっていうぐらいの人が応募してくるイメージはどうしてもあるよな。で、あと何より、やっぱ小学生とか相手やったら、ほんとロリコンみたいなやつが平気で応募する可能性だってあるしな。そうやな。学童保育にさ、入っとった時の経験から言うと、学童って学校の先生と違って子供と遊んだりするのがメインの業務になるから。そうやな。先生よりも身体的な接触は多いと思うわ。だから、多い。ロリコンからしたら本当パラダイスな環境なんじゃないかな。そう。普通に男女問わずにおんぶしたりとか。遊具で一緒に遊んだりな。そう。しかも親はこの時、そんな職員をスキマバイトで雇うなんて知らされる前っていうかさ。知らんかったんやな、そのスキマバイトで職員が応募されとるのが。そう。だからたまったもんじゃないよな。確かにな。それ知っとったら、他の学童とかに預けるっていう選択肢になるからな。勝手にじゃないけど、知らんところでこれやれとんのはちょっと怖いわな。だからほんとこの埼玉市の企業は、今回その大きく目立ったけど、全国では他にもやっとるとこあるかもしれんからな。他にもやっとるところがあったっていうウェブメディアもあったな。奈良県とかでもやっとったっていうのを
情報も出てきたな。ネット上では、人手不足が原因やからしょうがないっていう声と、人手不足とはいえ、子供の命を預かるような仕事をスキマバイトみたいなアプリで募集するのは危ないやろっていう意見が、ほんと真っ二つに分かれとるような。確かに。そやな。子供に、怪我させたりとかさ、なったら、それはそれで、バイトの分際で責任を負えるかって言ったら結構重いからな。そうやな。これが、5時間の勤務で日給4700円やから、だいたい、1000、ないぐらいか。5時間やったらな。1時間休憩4時間か。だから、1200円ぐらい。4時間やったら1000円は超えとる。1200円ぐらいか。いや、割に合わんけどな。割に合わんな。俺らが通いとった学童保育の先生、時給1200円でやってくれって言われたら、無理やんな。子供ながらにさ、見とってもさ、結構しんどい仕事やとしん思っとったね。どいよ、あれ。子供と一緒にな、走り回ったり、ドッジボールしたりさ、宿題の面倒見たりとかさ、多岐にわたるからな。そこまで子供は考えてないと思うけど、結構舐められるしな。そうやな。なんか学校の先生ほどリスペクトないから、子供からしたら。あそう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 。学童の職員って。だからもう結構雑な扱い受けるしな。ひどい名前で呼ばれたり、暴言を浴びせられるようなこともあるよな。子供の言うことやからしょうがないっていうのもあるけど。普通になんか殴られたりもするからな。ああ、そうやな。で、あと今はバイトの家でも子供の親とかもさ、結構平気でモンスターペアレントとか出てくる時代やから、もう何が相手の金銭触れるかわからんからさ。でも学校の先生やったら、ある程度そこは責任伴うっていう自覚はあると思うけど、バイトやからな。親の目までしっかり気にしてやる人も、おると思うけど、そこまで先生ほどは気にしてないんちゃうかな。気にしてないけど、もし一緒にかけっこしとって、こけて怪我したりとか、ドッジボールしとって、突き指さしたとかなったら、絶対親に出てくるとこは出てくると思うで。そうやろな。その時文句を言われるのは学童を運営しとるところの社員とかやと思うけど、とはいえ、やっぱり子供の命に関わるから、たかが時給1200円で好んでやりたいような人はなかなかおらんし、それこそロリコンぐらいなんじゃないかなと思ってしまうけどな。純粋に子供が好きでやりたいっていう人もおるかもしれんけど、親からしてもそういう人にやってほしいっていう思いやと思うけど、それは親が求めすぎっていう面もあるよな。そうやな。だから解決策としてはやっぱり賃金を上げていくしかないんじゃない？学童の職員。ほんとそうやんな。人員不足からこういう目になっとるっていう、はっきりとした理由が分かっとるんやからさ、そうやってもっとなりたいっていう風に持ってかなあかんと思うよね。なりたい人がいっぱいおったらこんな隙間バイトで募集せんやろうからな。だから給料が低すぎるんやろうな。やっとる業務に対して。仕事内容と賃金が噛み合ってないよな。特に昔から言われとることやけど、これは今回の学童の先生だけじゃなくて、保育士とかもそうやけど。調べてみると学童保育職員の給料の相場って一月19万らしいんよ。平均で19万やから、バイトに毛が生えた程度の給料しかもらえやんってことやからな。あれやりたい人おらんわな。やりがい搾取みたいな職業やな。確かに好きなことやったらやれるけど、好きなことでもいろんな事情とか介入してきたらやりたくなくなるからな。こんなにリスクの高い仕事を。公営でやっとる学童保育の一月あたりの料金、預ける料金、相場で一月4000から6000円らしいんよ。夏休みとかはプラスで2000円取られたりするかもしれんけど、毎日放課後3時間とか4時間子供見てもらって4000円とかやったら安いよ。安い。当時は土曜日もあったから、普通に25日ぐらいやろ。だから、1日100円ちょっとで面倒見てもらっとることになるからな。そうやな。なんかおやつのお金とかは別で取られるらしいけどな、2000円とか。おやつ代な。おやつ代も俺らが行っとった学童なんて、10円のさ、駄菓子をさ、2、3個しかもらえやんとかそんなんやったよな。そう。気持ちいいよな。それでお菓子代2000円って言われてもな。もらえるだけいいんかもしれんけど。確かに。学童格差もあるかもしれんからな。だから学童の月額の料金を上げた方がいいと思うわ。ちょっと安すぎるよな。確かに、それはそう。子供子育て拠出金とかさ、法人から徴収しとるけどさ、毎月。どこに使っとんやって感じやな。いや、本当にな。不透明な金の流れが多すぎる、ちょっと。こんだけ低時給というか、先生とかも給料安いわけやん。こんだけ安い給料でやっとるからこそ、
先生の犯罪とかも起こるし、なんかやばい先生とかさ、やばい学童の職員っていうのも存在してしまうような。俺らの時もまあちょっとやばい先生とかおったやん。倒った。普通の一般社会では通用しやんなっていうようなやつが平気で先生して、平気で講釈垂れとるからな。これ偏見かもしれんけど、本当教員って結構社会不適合者の人ができる仕事やと思うで。時代が時代かもしれんけど、子供に対して人格否定するような言葉とかも浴びせるような人結構おったから。平気でな、今で言うなんか差別的なことも平気で、お前そういう病気やからみたいなことも平気で言われたからな。落ち着きがない生徒にな。お前は多動症やとかな。そう病気やみたいな。子供ながらに結構傷つくよな。いじめの元凶にもなるしな、そういうのって。そういう先生が一人どころじゃなかったからな。もうてか変な先生は多かった、確かに。それもさ、社会に出て、その一般企業で勤めずに、最初から先生になると、働いた瞬間から教える側に立ってしまうから、子供ばっかり相手にしとると、人格が歪んでしまう傾向にあるらしい。全部上からものを教える立場になるからな。自分のさじ加減で生徒を手のひらの上で動かすことできるから、人格おかしくなるよな。子供もやっぱ先生の言ってることは正しいと思ってしまうしな。小学生とかやと。まあ一種の洗脳教育やんな。で、ロリコンも多いしな。実際そういう事件も起こっとるわけやし結構。いや、マジ学童をそんなバイトで募集すると、バイトはいいんやけど、面接とか履歴書なしで簡単に応募できてしまうような感じで募集してしまうと、マジでロリコンが集まってくるよな。そうやな。ちょっとこの話聞いたときは、ゾッとしたな。ちょっと考えればわかるようなことやと思うんやけど、よくゴーサイン出たなって思ったわ。せめて、形だけでも履歴書とかさ、面接をやるべきやったと思う。まあ、面接はいるよな。さすがにな。いる。あとは、日本版 DBS の導入じゃない。前も言ってたな。子供に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者が確認できるようにするっていう、日本版 DBS っていうんやけど、法律自体はもう可決されとるから、さっさと導入してな。もともと韓国かどっかではやっとるんやんな。イギリスやったかな。ヨーロッパか。この日本版 DBS の開始も大事やし、根本的に給料が低すぎるって問題があるから、バイトを雇うのはいいと思うんやけど、時給をもっとさ、2000円とか3000円とかにすればさ、そんだけ応募が増えてそっから人を選べるわけやし、応募してきた人の上積みだけを採用できるようになれば、そんだけまともな人が集まるから、比例して。それで 100% フィルターかけれるわけではないけど、高級ホテルに泊まってる人の民度が高いように、高いなるほどね。収入の仕事にはやっぱ、それだけまともな人がつく可能性が傾向として高いから、やっぱ賃金を上げるっていうのが、一番手っ取り早いと思うけどな。今回はたまたま17人採用して何事も大きな問題なく業務全うしたってことやから、全然良かったけど、本当に民度の高いまともな人格のやつができるようになるあり方から変えてった方がいいよ。本当に賃金の問題とか。結構ニュースになって大きく取り上げられとるから、今後似たようなことは少なくとも面接とか歴史を見ずに採用なんてないと思うから、これがある意味抑止力になったんじゃない？埼玉市のこの事例が。良くも悪くもこれが話題になることで、学童保育の職員の待遇が良くなるかもしれんし。人の関心にはなるかったな。待遇が良くなるってことは、この学童保育の職員って準公務員やから、税金から払われるわけで、そしたら増税がまた我々の行われるかもしれない。決がまた政府に。俺たちの給料が吸い上げられるけどな。やっぱ俺たち独身は搾取されるばっかりになっちまうな。まあしょうがないけどな、子供にな、お金を使う必要はあると思うから。確かにその分、国の発展につながるんやったらいいんじゃない？ただ、いや、俺たちもずっと独身でおられやんな。そうなると。弱者男性は辛いな。でもこれをバネに結婚しようと思う人がまた出てくるかもしれんから。まあそうやな。もう子供を作る方が得っていう社会になりつつあるしな、すでに。なるかもしれんからな。何が起こるかわからんからな。そんな感じで今日は学童保育の職員の隙間バイトで募集してたという問題についてちょっと取り上げてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。